念願の昇進。俺は誇らしい気持ちでいっぱいだった。後押ししてくれた部長もすごく喜んでくれている。すると社長がニヤニヤしながら俺に紙袋を手渡してきた。昇進祝いだ。帰ってから開けるんだぞ。見覚えのある紙袋だった。俺は不安な気持ちを隠して笑顔で受け取った。このプレゼントの中身があんなものだなんて俺は想像もしていなかった。俺の名前は祐介、30歳。工具の卸売りをする会社に勤めている。卸した工具の研磨やちょっとした図面の作成も請け負う地元では広く知られた会社だ。営業マンの俺は嬉しいことに先輩たちから若手のホープとして一目置かれている。営業部のトップである藤沢部長も俺のことを大いに信頼してくれている様子だった。木下課長の話はもう聞いたか？実家が農家だそうで、ご両親が高齢になってきたから彼が後を継ぐそうだ。そこで祐介を次の課長に推したいと思っている。本当ですか？ありがとうございます。頑張ります。まだ少し先の話だぞ。浮かれて営業成績を落とさないようにな。まさに順風満帆。俺はやる気に満ちていた。ただ、そんな俺には一つだけ気がかりなことがあった。富岡社長との関係だ。なぜか敵視されているように感じるのだ。数ヶ月前から急に俺を見る目が険しくなった。これが敵意でなくて何だろう。社長から向けられる鋭い視線は何もかも順調なはずの俺に一抹の不満を抱かせた。ある日の帰宅途中、俺は視線を感じて振り向いた。薄暗い路地の向こう、暗がりの中で誰かが立ち止まった。音もなく建物の陰に隠れる何者か。不気味だ。すごく気持ち悪い。ここしばらく俺は誰かに後をつけられていて、かなり嫌な思いをしていた。気のせいではないと思う。ひたひたと足音が聞こえるし、息遣いを聞いたこともある。相手はおそらく男だ。そこがまた嫌だった。同性の俺の後をつけて何がしたいのだろう。次第に募っていく不安と嫌悪感、そして苛立ち。我慢の限界を迎えた俺は思い切って相手を罠にはめることにした。交差点を曲がってすぐに物陰に隠れ、相手をやり過ごすと同時に正体を見極める作戦だ。数日後、つけられていることを感じた俺は頃合いを見て駆け出した。相手も走り出した。角を曲がってすぐ、あらかじめ目星をつけておいた物陰に飛び込み、かがんで息を潜めた。しばらくすると、例の何者かが交差点にやってきた。角を曲がってピタリと立ち止まる。俺の後ろ姿を見失って驚いたのだろう。キョロキョロと辺りを見回すような気配があった。はあはあと聞こえてくる荒い息。気持ち悪くて仕方ない。俺はこっそり物陰から覗いた。そして息を飲んだ。鼻と口を片手で塞いだ。物音を立てるな。気づかれるな。街灯に淡く照らされたその男は、どこからどう見ても富岡社長だった。社長は俺が近くに隠れていることに気づいた様子もなく、そのままどこかへ歩き去った。富岡社長が俺の後をつけている。一体何のために？俺にはさっぱりわからなかった。社長が俺を尾行している。俺の不安や嫌悪感は一層強くなった。相手が誰であれ、後をつけられれば嫌な気分になる。しかもつけられるのは仕事を終えた後。プライベートの侵害だ。あれこれ考えた末、俺は富岡社長本人と直談判することにした。個人的に相談したいことがあると連絡をすると、社長はすぐに時間を割いてくれた。昼休み、俺は約束通りの時間に社長室を訪ねた。富岡社長は険しい顔をしていた。社長、私は何か社長のお気に障ることをしてしまったのでしょうか？問いかけても社長は答えなかった。
ただ鋭い視線で俺を見つめているだけ。富岡社長の目的は一体何なんだろう。俺は一歩前に出て、より大きな声で訴えた。知っているんですよ。社長は私の後をつけていますよね。目的は何ですか？理由を教えてください。私に悪い部分があれば改めます。どうかお願いします。娘を守るためだ。富岡社長はピシャリとそう言った。娘を守る。俺と社長の娘さんに何の関係があるんだろう。少し考えて、俺はある可能性に思い至った。気がついてハッとした。俺が半年ほど前から交際している女性と社長は名字がどちらも富岡だ。もしかして社長は涼子さんの？そうだ、富岡涼子は私の娘だ。社長の顔つきが一層険しくなった。完全に敵を見る目だ。なんという偶然だろう。まさか交際中の女性が勤め先の社長の娘だったなんて。涼子と俺は共通の友人を介して出会い、交際を始めた。涼子は俺の一つ年上、知的で上品で育ちの良さを感じさせる女性だ。デートの後、俺は毎回涼子を彼女の実家の前まで送るようにしている。社長はそんな俺たちをたまたま目にして、娘の相手が社員の一人だと気づいたそうだ。父親には娘を守る義務がある。交際は認めんからな。どうしてですか？理由を教えてください。なぜ私ではダメなんですか？涼子さんも私も真剣なんです。叶うならいつか結婚したいと思っています。許さん。お前は母子家庭で育った上に高卒のはずだ。そんなレベルの低い男がうちの涼子と釣り合うはずがないだろうが、身の程を知れ、この貧乏人。なんという言い草だろう。確かに俺は小さい頃に事故で父親を亡くしている。以来高校を出て就職するまで母と二人で暮らしていた。生い立ちのことは涼子にも話した。彼女は気にしないと言ってくれている。けれど社長は俺たちの交際を絶対に認めない構え。結婚などもってのほかだと吠えた。後をつけたのはお前が二股をかけたり悪事に手を染めたりしていないか調べるためだ。証拠をつかんで突きつければ涼子もお前を見限るだろうからな。そんなことのために？私は悪いことなんてしてません。二股をかけたりもしていません。先ほども申し上げた通り、涼子さんとの交際に真剣です。どうせ狙いはうちの資産だろ。貧乏人はみんなそうだ。違います。どうか信じてください。社長は俺が何を訴えても耳を貸してくれなかった。徹底的に俺を見下し、金が目的の貧乏人と決めつけて譲らない。さっさと別れろと怒鳴られた俺は社長室から追い出されてしまった。週末、俺はあるカフェで涼子と会った。やってきた彼女は暗い顔だった。社長とのやりとりはすでに伝えてある。涼子も自宅で社長と話したようで、やはり別れろと命じられたそうだ。うちの父が本当にごめんなさい。私のことになるとすぐに頭に血が上るの。聞けば涼子が高校生の頃にも似たようなことがあったらしい。彼女に好意を抱いてくれていた男子がいたのに、徹底的に邪魔をされたのだとか。娘に寄ってくる男を排除するためなら、妨害工作も辞さない父親。実に恐ろしい話だ。俺は社長から面と向かって資産目的で娘に近づく貧乏人と言われたことも伝えた。涼子はそんな狙いはないという俺の言葉を信じてくれたし、大いに怒ってくれた。私、もう一度お父さんと話してみる。絶対に謝ってもらわないと。ところが涼子からの説得は逆効果になったらしい。社長は俺に対してさらに露骨な嫌がらせをするようになった。ある日、俺はマンションの郵便受けに小さな紙袋が入っているのを見つけた。社名のプリントはない。DM などのセールスの品ではなさそうだ。宛名もなかった。何の気なしに袋を開けた俺は、入っていたものを見た瞬間、全身の毛が逆立つのを感じた。
海外製と思わしい兵隊の格好をしたレトロで小さな人形だった。ただし首がもげている。もしかしてこれは首にされたくなければ娘と別れろという社長からのメッセージ。こんな悪質な真似までするなんて。俺は生まれて初めてというくらい気分が悪くなった。その後、富岡社長は社内でも俺に対して厳しく当たるようになった。挨拶しても絶対に返さないし、話しかけても無視。目が合うと睨んでくる。何も知らない藤沢部長は社長から質問を受けて戸惑ったと話していた。祐介の交友関係や女性関係について何か知っていたら聞かせろと言われたよ。プライベートなことは知りませんと答えたけどね。お前、社長と何かあったのか？相談したかった。だけど怖くてできなかった。何しろ俺は会社で一番強い相手を敵に回している状態だ。どんな報復があるかわからない。迂闊な言動は避けないといけない。そうやって社長との関係が悪化していくことに頭のリソースを奪われたのだと思う。ある時俺は普段ならしないようなミスをして部署のみんなに迷惑をかけてしまった。対処を終えた後、同僚たちは俺に気にするなと言ってくれた。だけど社長は違った。貴様は自分が何をしたか分かっているのか。恥を知れ、このバカ者が。富岡社長はわざわざ営業部にやってきて俺を叱った。同僚たちが見ている前でミスをしたことを咎められる。あの居心地の悪さ。素直に反省する一方で、俺は公衆の面前で叱らなくてもいいのに、と悔しく思った。社長の行為は立場を利用した嫌がらせも同然だ。もう本当に勘弁してほしかった。ある日、俺は鏡で自分の顔を見てぎょっとした。人相がすっかり変わって見えたからだ。前より確実に痩せている。しかも痩せ方が異常だった。これは心や体に不調を抱えている人の顔だ。原因は何か。社長の嫌がらせに決まっている。きっと今後も嫌がらせは続くだろう。涼子と俺が別れるまで、社長はあらゆる手段で俺にプレッシャーをかけてくる。現状を打開するいい方法がないか、俺はよくよく考えた。そして涼子に連絡を取っていつものカフェで落ち合った。久しぶりに会う涼子、俺の顔を見た彼女はすごく辛そうな表情になった。痩せたね、祐介くん。ごめんね、うちのお父さんのせいだよね。否定できなくて、俺はただ苦笑いを返した。現状、俺は雇用主との敵対関係という辛い状況にある。しかも向こうはすごく好戦的だ。身の危険も心配しないといけない。俺はいつか紙袋に入って届いた兵隊の人形を取り出した。涼子が目を見開いた。この人形、年の離れたいとこがうちに遊びに来た時に持っていたものよ。落として壊れたからそのまま置いていったの。お父さんが捨てたとばかり思ってた。やっぱり社長の仕業だったらしい。娘と別れなければこうなるぞというメッセージだ。涼子が涙を拭いた。俺に深く頭を下げた。悪いのは彼女じゃないのに。長く話し合った末、俺たちは別れることにした。それはこの上ないほど辛い決断だった。数週間後、かねて予定されていた通り、課長の木下さんが退職した。これから地方にある実家に戻って、広い畑を耕しながら生活していくそうだ。その後、藤沢部長が熱心に推してくださったこともあって、俺は課長に昇進できた。何度も社長から受ける嫌がらせ、涼子との別れ、このところ俺には嫌なことばかり。そんな中、今回の昇進は久々にハッピーな出来事だった。俺は心から笑うことができた。すると誰かが俺の肩を叩いた。振り向くと、そこには不気味な笑顔を浮かべた社長の姿が。昇進おめでとう。これからの活躍に期待しているぞ。これは個人的なプレゼントだ。
家に帰ってから開けるといい。くれぐれも車内で開けるなよ。わかったな。渡されたのは茶色い紙袋だった。一応お礼は言ったけれど、俺は気分が悪くなってしまった。社長から俺への個人的なプレゼント、ろくでもないものに決まっている。営業フロアから社長が立ち去った後、俺は金を破って紙袋の口を開いた。そしてすぐに袋ごとゴミ箱に捨てた。一部始終を見ていた部長が、おいと叫んだ。失礼だろう。社長のご厚意を何だと思っているんだ。すみません、部長。ちょっともう耐えられなくて。なんだ？何が入っていたんだ？いらないなら俺がもらってやろうか？ええ、どうぞ差し上げます。拾い上げた袋の口から中を覗いた途端、部長が悲鳴を上げた。無理もない。中身は血のついた動物の体の一部だったのだから。確認したところ、ヘビや猛禽類に与える餌のマウスであることが分かった。例の首が取れた兵隊の人形と同じように、マウスの首は鋭利な刃物で切られていた。以前、良子から母親の趣味でフクロウを飼っているという話を聞いたことがある。きっとそのフクロウの餌に違いない。なんて悪趣味な真似をするんだろう。社長はきっと良子と俺が別れたことをまだ知らない。だから嫌がらせを続けているのだろう。げんなりしてしまった。ともあれ、これで決心がついた。というか、限界が来た。俺はすべてを部長に話した。知らずに社長の娘と交際していたこと、それを妨害され嫌がらせを受けていたこと、部長をはじめ話を聞いていた同僚たちみんなが驚いたのは言うまでもない。幸いみんなは俺の味方だった。俺は部長に付き添われて警察に証拠の品を提出、その場で被害届を出すことにした。藤沢部長と俺が会社に戻ってすぐ、敷地内にパトカーが入ってきた。社長は随分と驚いた顔をしていた。まさか捕まるとは思っていなかったらしい。怒鳴り散らして抵抗する社長、暴れる社長を捕らえる警官たち。車内は騒然となった。取り押さえられて身動きが取れなくなった社長と目が合った。社長は俺に向かって吠えた。お前が通報したんだな。見てろよ。ふざけやがって。娘は渡さんぞ。お前の人生終わらせてやれ。絶対にな。覚えてろ。後悔させてやるからな。涼子さんとはもう別れました。俺の言葉を聞いた社長は真顔になった。急に目的が達成されてびっくりした様子だ。社長の顔に笑顔が浮かぶ前に、俺は続けた。二人で相談して決めました。社長からの妨害に耐えられなくなったからです。首がもげた人形を贈られたり、動物の体の一部をプレゼントされたり、同僚の前で恫喝されたり、身の回りを探られたりするのはもうたくさんです。俺の言葉を聞いた同僚たちの間に動揺が走った。娘と社員の交際を妨害する目的で社長が取った行動、その陰湿さと悪質さに居合わせた誰もが驚いていた。焦ったのは社長だ。拘束を振りほどきそうな勢いで否定してきた。違う。俺はそんなことはしていない。証拠ならたくさんあります。お望みなら法廷で話をしましょう。やがて社長は警官たちの手でパトカーに乗せられ連行された。社長が逮捕された話はたちまち社内に広まり、取引先の多くも知るところとなった。無実を訴えた社長だったけれど、人形についた指紋や良子の証言もあり、罪が確定。俺に対する付きまといや嫌がらせ、精神的苦痛を与えたという罪で罰金刑に処された。その後、社長は最愛の娘からも社員たちからも見限られ、愛想を尽かされたという。公私ともに荒れに荒れた社長は経営に大失敗。会社は次第に傾いていくことになった。俺はというと、良子との関係を思い切るためにも他の会社に転職することにした。昇進したばかりだったことを思うと、残念だけれど心身の健康には変えられない。
社長から受けた数々の嫌がらせのことを思い出すと、俺は今でも辛い気持ちになる。誰かを嫌な気持ちにさせない、思いやりのある人間でいたい。そんな風に思う今日この頃だ。